今朝、スーパーの棚を想像してほしいのだ。輸入小麦のパン、オーストラリア牛肉、チリ産ワイン、これらが来月から軒並み 20% 値上がりするシナリオが現実に動き始めたのだ。20% ってそれって月の食費がどのくらい変わる話ですか？スーパーに行くたびに財布が痛くなる予感がしてきたんですが、原因は何なんですか？原因はペルシャ湾にあるのだ。4月13日、米トランプ政権がイランとの和平交渉の決裂を受け、ホルムズ海峡の海上封鎖を正式に宣言したのだ。 CNBC などの報道によると、バンス副大統領が交渉から帰国した直後の決断だったのだ。今日はこの封鎖が日本の食卓、物価、産業にどう連鎖するかを3つの視点から見ていくのだ。まず、なぜ今なのかを理解するために少し前に戻るのだ。表面的な原因は交渉の決裂だが、その一段階には何があるか。トランプ政権はもともとイランの核開発を絶対に止めるという絶対条件を持っていたのだ。イランは核施設の完全廃棄には応じないという立場を崩さなかったのだ。つまり双方の交渉の前提が最初から噛み合っていなかったのだ。交渉の前提がずれていたなら、最初から話し合いが成立するはずなかったってことですよね。それでもなぜ交渉のテーブルに着いたんですか？ここが2段目の構造なのだ。トランプにとって交渉したという事実そのものが国内向けのパフォーマンスでもあったのだ。共和党内でも戦争に慎重な声はある。対話を試みた。しかし相手が拒否した。だから強硬手段に踏み切ったというストーリーが必要だったのだ。そして3段目。これが最も重要なのだが、封鎖の本当の標的は実はイランだけじゃないかもしれないのだ。本当の標的がイラン以外にもあるってどういうことですか？それ、すごく気になります。ホルムズ海峡を通る原油の最大の買い手は中国なのだ。中国の輸入原油の約 40% がこの海峡を経由する。封鎖すれば中国のエネルギー供給を間接的に締め上げられる。つまりこれは対イラン戦略であると同時に、中貿易戦争の延長線上にある経済的圧力でもある可能性があるのだ。この構造が見えると、ニュースの読み方が全く変わるのだ。ちょっとここで整理してみるのだ。ホルムズ海峡というのは、言ってみればペルシャ湾の蛇口なのだ。世界の原油タンカーの約 20%、LNG タンカーに至っては約 30% がこの幅わずか40キロの水路を通る、この蛇口を米軍が握ったということなのだ。クラスに例えるなら、唯一の肛門を生徒会長が封鎖したようなものなのだ。なるほど。蛇口の例えがわかりやすいです。ところでイスラエルはどう動いているんですか？イランとは一応停戦中のはずですよね。ポリティコの報道によると、イスラエルのネタニヤフ首相は今回の米軍の封鎖を支持すると表明したのだ。イランとの停戦は脆弱な状態と報道されており、イスラエル軍は高度な警戒態勢を維持したままなのだ。イスラエルにとってホルムズ封鎖はイランの石油収入を断つという意味で自国への攻撃能力を削ぐ戦略でもあるのだ。一方で米国内では亀裂が走っているのだ。民主党のバーニー・サンダース上院議員は今週、イスラエルへの5億ドル規模の武器売却を止める決議を採決に持ち込むと宣言したのだ。アルジャジーラの報道では、サンダースはこの戦争が議会承認なしに始められたと批判しているのだ。BBC とアルジャジーラで報道の温度が明らかに異なるのだが、前者はイラン側の脅威を強調し、後者は米国の一方的行動を問題視する姿勢が強い傾向があるのだ。メディアによって見え方がこれだけ違うのか、と改めて気づかされます。個人的には議会承認なしで戦争を始めたというのは、民主主義国家として相当おかしな話じゃないですか。それは正確な指摘なのだ。米国憲法では戦争の宣戦布告は議会の権限だ。ただ歴代の大統領も軍事行動という名目で議会を迂回してきた歴史があるのだ。1973年の戦争権限適否で大統領は議会承認なしに60日間の軍事行動が可能とされているのだが、今回もその枠組みを使っていると見られているのだ。しかしこの問題、実は日本の食費という話にも直結するのだ。なぜなら長期化すれば影響が跳ね上がるからなのだ。ここまでの流れをさっと確認するのだ。ホルムズ封鎖は3層の構造。表面はイランの核交渉決裂。その下に米国内の政治的文脈。さらにその下に対中経済圧力という狙いが見える。イスラエルは支持表明。米国内では民主党が強く反発している。では、これが日本の生活にどう落ちてくるのか。ここからが本番なのだ。日本は LNG の約 9% をカタールから輸入しており、その輸送ルートはホルムズ海峡を通るのだ。封鎖が1ヶ月以上続いた場合、この LNG 供給に直接支障が出るのだ。LNG が滞ると電力会社の燃料コストが上がり、家庭の電気代に跳ね返るのだが、今日の本丸はそこじゃないのだ。もっと見落とされている影響がある。それが食費、の連鎖なのだ。食費ですか？エネルギーはわかりますけど、食べ物とホルムズ海峡ってなかなか結びつかなくないですか？
ここが最も見えにくいポイントなのだ。食料と原油は肥料という糸でつながっているのだ。化学肥料の原料の一つ、天然ガス。これが高騰すると窒素系肥料の製造コストが跳ね上がる。日本の農業は肥料の約8割を輸入に依存している。肥料が上がれば国産野菜の価格も上がるのだ。試算すると、天然ガスが 30% 上昇した場合、国産キャベツ1玉で約20、30円、国産米 5kg で約70、100円の上昇圧力がかかると見られているのだ。さらに飼料も同じ構造なのだ。日本の畜産は飼料の約 75% を輸入に依存しており、その一部は中東経由の輸送コストに影響を受ける。牛肉、豚肉、鶏肉にも間接的なコスト圧力がかかるのだ。4人家族の月の食費で計算すると、封鎖がに3ヶ月続いた場合、月3000、5000円程度の実質的な食費増という試算が出てくるのだ。これは NISA やiDeCoとは関係なく、全世代が直撃される話なのだ。ちょっと待ってください。先輩、私はむしろ、なぜ日本政府はこれに対して何も言えないのか、の方が気になるんですよ。日本は石油輸入国なのに、外交的に何もアクションを取れないのって構造的な問題じゃないですか？その疑問は本質をついているのだ。日本は米国との安全保障条約に依存しているため、米国の中東政策に正面から異議を唱えるのが極めて難しい構造にあるのだ。1990年の湾岸戦争の時も日本は130億ドルの資金拠出をしながら、手足を縛られた小切手外交と批判されたのだ。今回も同じ問いが突きつけられているのだ。日本が独自の外交カードを持てない根本的な理由。それは憲法の制約と日米同盟の非対称性という問題に行き着くのだ。ここで正直な僕の見立てを言うのだ。これは1973年のオイルショックと似た構造的リスクを持っているのだが、当時との決定的な違いがあるのだ。1973年はアラブ諸国が主導した禁輸措置だった。今回は米軍という世界の警察が封鎖している。つまり、迂回ルートを使おうとしても、米海軍が監視しているという状況なのだ。イランの石油が通れないだけでなく、誰がどこへ何を運ぶかを米国が管理する。これは世界秩序そのものへの挑戦でもあるのだ。冒頭でスーパーの棚の話から始めたのだが、その輸入パン、牛肉、ワインに戻るのだ。封鎖がに3ヶ月続いた場合、肥料、飼料、燃料コストの連鎖で月の食費は4人家族で3000、5000円増という数字が現実になり得るのだ。これは Z 世代の一人暮らしにも、子育て世帯にも、年金で暮らすシニアにも、全世代に等しく折りかかる話なのだ。では今後のシナリオを2つ示すのだ。シナリオ A は30日以内の短期収束。イランが一定の制限のもと交渉テーブルに戻り、封鎖が段階的に解除されるのだ。この場合の食費への影響は軽微にとどまる可能性があるのだ。シナリオ B は3ヶ月以上の長期化。この場合は肥料、飼料コストが本格的に食品価格へ波及し、秋以降の家計に確実に影響が出るのだ。シナリオ B になった場合、個人でできる対策みたいなものってありますか？備蓄とか節約とか、何かアクションがあれば知りたいです。今すぐできることを3つ言うのだ。まず、非常食、乾物類の備蓄を2ヶ月分増やしておく。次に、輸入食品への依存度を国産品に少しずつシフトしておく。3つ目は、これが僕的に最も重要なのだが、この封鎖を遠い世界の話として切り離さないことなのだ。外交的関心と声を持ち続けることが長期的に政治を動かす力になるのだ。あなたはどちらのシナリオになると思うのだ？コメントで予想を教えてほしいのだ。1ヶ月後に答え合わせをするのだ。今日はホルムズ海峡封鎖が日本の食費に連鎖する3層の構造を見てきたのだ。表面のニュースだけ追っていると見えない部分、肥料、飼料、エネルギーの連鎖が食卓に直結するという話だったのだ。次回はこの封鎖に沈黙するサウジアラビアの本音と原油市場がどう動くかを掘り下げる予定なのだ。参考になったと思ったらチャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。毎日海外ニュースを解説しているからぜひ通知もオンにしてほしいのだ。